グッモーニング、おはようございます。今ボストンのサウスステーションの前で朝の6時半です。これからこの電車に乗って、ニューヨークまで一人旅しようと思います。行ってきます。まだまだ電車の時間まで時間があるのでゆったりしたいと思います。どんなことが起こるかわかんないからちょっとね早く来ました。スタバもまだやってないかも。スタバやってるかな。朝の駅って感じですね。ちょっと暗いですね。7時15分のトラックで行きます。7時15分ワシントン駅215号オンタイム乗ります。アムトラックです。スタバやってないですね。ランキングどうなって家買いました。スタバがないんでね、今回はダンキンで。今日5月2日で、気温が摂氏7度。まだ寒いんですよね。ニューヨークも同じぐらいだと思います。コート着てます。6番トラックになりました。このアセラに乗っていきます。この椅子付きのシートでした。3号車15の F に乗ってます。空いてますね。アセラはやっぱりゆったりしてるし早いです。でも新幹線より遅いです。出発します。そろそろグリネッチですね。よく行っていたところあたりになります。このアセラの中ではみんな電話したり喋ったり仕事したりなんかみんな一人喋りしてたり面白いですね。日本と違いますね。そろそろ、以前住んでいたライという街に近づいてます。電車が来た。ライの駅、ライ麦畑で捕まえてのライです。懐かしい駅前です。ライの街、ちょっと見えないけど可愛い街です。この辺歩いてました。あと20分ほどでニューヨークシティのペンステーションに着きます。あともうちょっと着きます。めっちゃ揺れ
ーション、綺麗になってますね。何回か来てますけれども、明るくて、昔は本当になんかモグラのような駅だったんですけど、地下で暗くて今本当に綺麗です。よかった、無事着いて遅れずに。ニューヨークって感じしますね。マンハッタンの34丁目あたりになります。8番街です。フードホールがあります。温泉もあるけど、そうですね。スタバがある。パリのネーソンとチョコラがあるんですけれども、これ甘いんだよね。普通の料理も出てきそうだったんですかね。いい匂いがしてるけど、今は食べないでおこう。9番街を降りております。なんかのぼりさんできてるし、分かったのはBut they don't want that? trust me, they don't want it. Oh, they don't want it. They don't want it. Yeah. Look at Europe today. ア Europe メ is リカ suffering や from ばいと nothing. 言ってますね。いや、彼らは戦争を終わらせたくないんだって言ってます。 Yeah. No good. みたいな話をこうやってドライバーさんとするのもニューヨークですね。So you have to be careful. in the States a lot. Yeah. In New York. Yeah. Yeah, I And think so. over here, those people don't care for each other anyway. Right. 懐かしいですね。このブロードウェイの通り、そしてこの636ブロードウェイっていうこの上の部屋で95年に最初に一人で来た時にここに住んで、演技のレッスンをここで受けてました。懐かしい。最近来てなかったから手変わってるし、角のコーヒーショップがあって、友達とねお茶飲んだりしてたんですけど、アメリカ人の友達もできて、来てもないですね。この636は本当に懐かしいです。こっちが南、こっちが北側です。外に向こうのところにこうやって建て小屋みたいなレストランの前にお部屋がいっぱいできたんだよね。それが結構可愛い。ここはそうでもないから、2ハウスってお店で、次のポイントが1時なので、ちょっと3、40分ここでコーヒー飲んでゆったりします。座って一息つけたんでほっとしましたコーヒーいただきます。今日はこのミカさんのコンサート今終わったとこなんですけど、もう次の人に変わっていた今終わったとこなんですけど、本当感動的でした。ありがとうございました。最高でした。朝のニューヨークです。ホテルには人がいますね。ミカさんに一緒に朝ごはんと言われて、今その場所に向かってます。今回はこのカーネギーホテルに泊まっていました。もうね、目の前がカーネギーホールになります。ここがカーネギーの楽屋の入り口ですね。でもね、そのカーネギーホールとは関係ないホテルだそうです。ということで今回はここに一泊しました。ここにチェックインカウンターがあります。ここにね、いろんな絵が、写真がありますね。そしてここが朝食を食べたりする場所なんです。結構ちっちゃいのです。今ミカさんたちをそこで送りまして、これからもう一回お部屋に帰ってちょっとゆっくりします。エレベーターを出るとこのお部屋だったんですけど、意外と廊下も狭いですね。絵が飾ってあります。お部屋はこんな感じのスペシャルクイーンで、外がテラスになってます。外も出られるみたいですね。外は出られませんでした。ちょっとしたスペースがあります。
大体泊まる前に紹介するんですけど、今回一人旅は泊まった後に紹介してます。バスタブがなかったんですよね。ということで、外に出てですね、風を浴びながらスタバでコーヒー買おうと思います。かわいいワンちゃん。やっぱり落ち着きますね、このソウルパイプになると。やっぱり混んでますね。タイムスクエア、懐かしい場所です。このカウントダウンの下にも2回あります。NHK でみんなブロードウェイのチケットの安いのを並んで取り出すのを待っている状態ですね。この辺りすごい並んでるんで美味しいんでしょうね。みんな待ってます。カオマンガイタイスタイル、タイ料理ですね。バーなのにこんなに綺麗なお花がかかってます。フードコートが螺旋の前にあるんですけども、これが目当てです。オーダーできました。この黒コーヒーいただきます。もう5分もかからなくてきました。まさに黒帯です。豚骨の味がすると思います。懐かしいですね。ちょうどね、量もそんなにないのでちょうどいい感じのツルツル麺です。5年ぶりにいただきましたけど、前よりスープがちょっとまろやかに甘みを帯びてる感じがしますね。やっぱアメリカ人の味に近づけてるような気がします。日本人も外国の方も次々にやってきますね。やっぱり人気だね。一風堂からちょっとなんていうのかな、別バージョンでこういうテイクアウトのお店なんですけれども、グラセンのすぐ横にあります。これは何だろう、ヤムヤム、サラダとかご飯が入ったポケと、あとこういういなり寿司の中にいろんなものが入っているような、そんなものもあるようです。うどんもあります。ここは何でもあるし、お手洗いもあるし、あとパンやコーヒーのコーナーもあって便利ですね。45丁目のワンダービルドの目の前にワンスペースは周りぐるりと入り口があるので誰でも入れます。グラセンのこの入り口からちょっと入ってみたいと思います。にぎやかになりましたね。ここはちょっとしたバーですね。今時刻は1時半ちょっと過ぎ、観光客が増えてます。グラセンの地下も戻ってますね。よかったよかった。テーブルもありますけれども、少し椅子が戻ってきました。よかったよかった。12月に来た時よりもこっちはまだ閉まってますね。でもかなり開けてきたという感じです。何回ともなく行ったオイスターバーも健在です。よかった。グラセンの前からイエローキャブに乗ってみます。ランドパークの横を通っています。また後でね、この辺に来るんですけど、荷物を取りにトイレに戻ります。ニューヨークはまだまだタクシーがちょっと止まりますね。もちろん多くのリフト、皆さん使ってる
ですね。あんまり混んでるので、そこがねまた通行止めになってるんだということで、タクシー降りまして歩いていきます。すごいですね、このスクールバスがこんなにたくさん止まっている景色を23年間ニューヨークにいましたけれど見たことがないですね。なんと知らなかったんですけど、この角に学校があるので、3時に学校が終わったらみんながこのスクールバスで家に帰るからっていうことでした。なるほどね。ということでホテルに戻ってきました。ここで荷物を取ってきたいと思います。それではまたね。カーネギーホテル、バイバイ。出発します。セントパトリックチャーチです。反対側はありますね。わあ、こんな感じで周りが素敵でございます。なんか絵がかかってて、でもアジア人の顔もありますね。こうちゃんはい、ということでこれがおしゃれなブラティネリーと、これなんだっけ、ベリーニでございます。いいね。なんかこのブラティネリーのパセリじゃないや、セロリの匂い今日すごいなんかプンプンと匂ってきます。取ろうって言ったんだけど、なんか取れないんですよ。難しい。あ、こっちちょっと折れちゃいましたけど。トラックに乗るときはあっちのペンステーションではなくてこっちのモヒハントレインホールの方なので気をつけてくださいね。はい、ここでまたデパーチャーを見ます。7時5分の2172アステラボストン行きです。オンタイムだけどまだトラックが出てませんのでここで待つしかないですね。トラックが出たらそのトラックの番号のとこに行きます。すごいですね。すごいみんな待ってます。今もう時刻は7時3分37秒なんですけど、7時5分のところにオンタイムって書いてあるのに番線が出ていません。まだプラットフォームナンバーが出ていません。どうなんでしょうね。本当に7時5分にオンタイムなのでしょうか。2172便アセラのボストン行きのスタンバイになりました。電車が遅れましたけれども、失礼いたしました。マンハッタンがよく見えます。綺麗。バイバイマンハッタン。
てありがとうございました。よろしくお願いします。それではまたね。See you next time!